左がウォールストリートチートシートで、右側がビットコインのチャートです。このように比べてみると、驚くほど似てるということがわかると思います。ビットコインはこのように熱狂を持って上昇した後に急落する形となりました。さらに、米国株の個別株について見てみると、はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、相場のサイクルと投資家心理。投資家心理を覗き見することのできる、ウォールストリートチートシートという資料を紹介します。こういう経験をしたことある方いませんでしょうか？自分の持っている銘柄が急上昇し、含み益がどんどんと増えていく。で、興奮状態に包まれていると、一転して相場が急落。あれだけあった含み益は消え、焦りやパニック、怒りまで覚えるというものです。今回紹介するウォールストリートチートシートというのは、聞き慣れない方も多いかと思いますが、こうした投資家心理が相場の動きに応じてどのように変化していくのかを表した投資家心理の地図とも呼べる資料です。この動画を見ると、相場の動きに応じて投資家が陥りがちな心理状態がわかるほか、知っておくことで皆さんが高値掴みや安値掴みに遭うのを防ぐことができたり、相場の暴落に巻き込まれる前に逃げられることにもつながります。ぜひ最後まで動画をご覧ください。今表示しているのがウォールストリートチートシートという資料なんですが、このように相場の上昇下降のサイクルに沿って現れる投資家の心理を説明した資料になっています。縦軸が価格を表し、横軸が時間となっています。価格が上昇のピークに近づくにつれて、またピークから下落していくにつれて、投資家心理がどのような心理状態に変化するのか、感情表現と色で示されている図になっています。細かい部分を見ていく前に、まず全体の流れを見ていきたいと思うんですが、この上昇トレンドが始まる直前の段階ですね、まだ手前の下落相場での思いを引きずっているのか、赤で不振といった感情が示されています。で、そこから上昇が続くにつれて、望みや楽観といった感情が生まれる様子がチャートの色の青や緑で示されています。そしてさらに相場が上昇してピークに近づくにつれて、その安心は確信や興奮へとつながっていく様子が今度は緑で表現されています。そしてまだまだ上昇は続くと思われた途端に相場は上値の重たさを見せて、投資家心理にも警戒感というものが現れ始めます。それが黄色で表現されています。で、さらにそこから価格の下落がスタートしていくと、警戒感というのは不安や焦りに変わっていき、しまいにはパニックや怒りといった感情に変化する様子が、このオレンジや赤で表現されています。そしてその後、底値圏での停滞が続くにつれて、怒りは諦めへと変わり、しまいには意気消沈。続く上昇相場の入り口に差し掛かっても、その上昇の兆しが信じられない状態のまま、新しい上昇サイクルを迎えるという流れになっています。投資やトレードを経験したことがある方なら、一度は味わったことがあるであろう感情が示されていると思います。相場格言にも上昇相場は悲観の中に生まれ、会議の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていくという格言がありますが、まさにこの通り表現されているということがわかります。このチートシートとよく比較対象にされるのがビットコインのチャートです。今右側にビットコインと米ドルのペアの週足を表示しています。データは2020年以降の動きを表示しています。はい。で、これ左側のチートシートと比べていただくと非常に形がよく似ているということがわかると思います。特にですね、この2021年の11月付近ですね、当時7万ドルの少し手前ぐらいまで上昇したところなんですけども、そこから一気に落ちていく様子なんかはもうこのチートシートに表現されているそのままといった感じがします。そしてこの類似性が見られるのは2020年以降の相場だけではありません。今右側に同じビットコインと米ドルの2017年の仮想通貨バブルの時のチャートを表示しているんですが、2017年の仮想通貨バブルは覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、当時のビットコインというのは当時の最高値であった2万ドル水準までこのように非常に熱狂的な上昇をした後、一気に4000ドル近くまで下落した動きが発生した時でした。で、この時の動きも見てみると、特にこの頂点のあたりの動きが非常にチートシートに似てるかなと思います。この陶酔とか自己満足といった感情が表現されているあたりになりますけども、この2万ドルからのこの動きですね。この2万ドルから1回落ちて、そこからもう1回上がるんだけれども、高値を更新できずに一気に下落していくという部分の動きがこのチートシートに非常によく似ていると思います。それからビットコインの最初の大きな上昇相場と言われているのが2014年の相場なんですが、この時の様子もチートシートそっくりになっていることがわかると思います。当時はこの最高値1200ドルの近くまで一気に上昇した後に、そこから200ドル近くまで転落と言っていいような動きをしていることがわかります。この1200ドル付近の天井をつけた時の動きなんかが、このチートシートに書いてある陶酔とか自己満足の段階と非常に似てると思います。はい、そしてそこから一気に200ドルめがけて下落していくという動きもチートシートそっくりですね。特にこの2015年に入ってからのこの停滞のフェーズなんかもチートシートに描かれている通りということがわかると思います。はい。そしてこの当時のビットコインの相場というのは、この停滞フェーズを経て、そこから一気に上昇していくという形になりました。
それではですね、チートシートに描かれた細かい投資家心理の描写を確認していきたいと思うんですが、右側にビットコインと米ドルのペアのチャートを表示しておきますので、当時ビットコイン投資していたという方はですね、当時の感情を振り返りながら見ると面白いと思います。それではですね、チートシートの流れに沿って左側から見ていきたいと思います。まずこの上昇トレンドが始まる手前の部分ですよね。冒頭のところでもお伝えしたように、上昇トレンドが始まる前というのは、下落相場の終盤だったり、レンジ相場、っていうこともあって、まだこの上昇が本物かどうか確信が持てない状態というのが続いています。はい、ここに不審というふうに書いてありますが、この段階では多少上昇が発生したくらいでも、また失敗に終わるだろうと、長くは続かないだろうと、いうような形で見ている人が多いということが示されています。ちょうどビットコインのチャートに照らし合わせると、この今赤の縦線で示したところがちょうどコロナショックが発生して相場が株式市場ですね、それから暗号資産全体で大きく下げた瞬間だったんですけども、そこから少し持ち直してきたところの段階ではこういった感情を持っている人が多かったんじゃないかなというふうに推測できます。それから次の段階が望みのフェーズですね。少しずつではあるんですが、上昇相場が継続することで、下落相場から上昇相場への回復が可能かもしれないといったような望みを抱き始める人が増えてくるフェーズとなります。はい。そしてそのまま上昇が続くと、次は楽観というフェーズになります。チートシート上もですね、今回の上昇は本当だというふうに書いてありますが、この段階になると市場参加者の多くがポジティブな感情を抱き始めるという段階です。ビットコインのチャートに照らし合わせてみると、今チャートにこの赤の水平線で示したところですね、ここが当時の市場最高値、つまり2017年の仮想通貨バブルの時につけたこの2万ドル水準という価格だったんですけども、この水準に至るまでの上昇ですね、この段階ではもしかしたら2万ドルを突破して史上最高値を更新するんではないか、そういうような楽観的なムードが漂い始めたのがこの時期だったかと思います。そして次の段階が確信ですね。チートシートの上にもですね、全額で投資する時が来たというふうに書いてありますが、今回の上昇に対して市場参加者が確信を抱いてくるフェーズということができます。ビットコインのチャートで言うと、この2万ドルですね、当時の史上最高値を更新したその後のフェーズがこの確信フェーズに該当すると思います。当時はですね、2万ドルの最高値を更新してきたということで、一体どこまで伸びるのかということに期待を持って相場を眺めていた方も多かったかと思います。次のフェーズが興奮ですね。チートシートを見ると、証拠金目一杯まで買ってやろうであったりとか、みんなにも買うことを進めなきゃっていうふうに書いてありますので、このあたりになるとですね、だいぶ過熱感が出てきている段階だというふうに言うことができると思います。で、ビットコインのチャートを見てみると、2万ドルを超えてからですね、上昇スピードに一層と弾みがついて、2万ドルを超えたのが2020年の12月だったんですけども、その後4万ドルに到達したのが2021年の1月ということで、2週間弱でですね、価格が2倍になったということで、この段階なんかがまさにチートシートでいう興奮の状態ということができると思います。そして上昇トレンドにおける最後の段階がこの陶酔というフェーズになります。ここには自分は天才だというふうに書いてありますが、これだけ熱狂を持って上昇してきた相場の終盤ということであれば、そのように錯覚してしまう市場参加者も出てくるということでしょう。ビットコインのチャートに照らし合わせると4万ドルを突破したのが2021年の1月。そこからもですね、一時的な下落っていうのは発生するんですけども、上昇の勢いというのは衰えずに4万ドル到達の約3ヶ月後には6万ドルを突破した形となりました。この時期になるとですね、僕も未だに覚えていますけども、将来ビットコインは10万ドルを超えるんじゃないかっていう予想だったりとか、あとはですね、1億円を突破するんじゃないかっていうような予想も出ていたかと思います。もちろんですね、冷静に分析して、そのような数字を弾き出しているというような予測もあると思いますし、中にはですね、このチートシートに書いてある通り、陶酔状態になっている相場参加者がいてもおかしくないぐらいの段階だったと思います。はい、ビットコインはですね、6万ドルを一旦突破した後に大きく下げたんですが、そこから再び上昇が始まって、この前回の高値6万ドルを突破して、当時7万ドルの手前まで上昇した流れとなりました。なので、この7万ドルの手前付近も、やはりですね、こちらの陶酔フェーズに該当するかなというふうに思います。それから陶酔の次のフェーズなんですけども、自己満足というフェーズになります。これはどういうフェーズなのかというと、直近の高値を超えることができずに、少し足踏みをしているような段階ということができます。で、チートシートにどういうような感情表現が書いてあるかというふうに見てみると、次の上昇まで少し頭を冷やさないとなというふうに書いてありますので、今のところは前回の高値を更新できていないんだけれども、これからも上昇が継続していくだろうという自分の期待を正当化するような感情が出始める時期ということができると思います。
ビットコインのチャートで見ていくと、ちょうどこの7万ドルの手前のところから落ちて、少し再び上昇し始めたところぐらいに該当するでしょうか。そしてその次のフェーズが不安となります。ビットコインのチャートで言えば、この7万ドルの手前のところから下落して、もう一回反発するんですけども、前回の高値を超えられずに、この安値を更新してきたこのあたりが該当するフェーズということができると思います。どういうような感情表現が書いてあるかというと、なぜマージンコールを食らうのかであったりとか、今回の下落は予想してたよりも時間がかかるといったような感情が投資家の頭によぎり始めるフェーズということですね。そしてその後下落が進行するにつれて、この感情は否定やパニックといった感情に変わってきます。ビットコインに関しても、ちょうどこの3万6000ドル水準ですかね、ここを割ってきた後から下落が加速して、一気に2万ドル台まで落ちてくる形となりましたので、この付近になってくると、チートシートにもあるように、否定とかパニックといった感情に支配されてしまう投資家が出てくる段階ということができると思います。否定のところにはどんな感情が書いてあるかというと、自分はですね、素晴らしい会社に投資をしているので、いつか価格は戻ってくるだろうということが書いてあります。はい。これ否定っていうのはつまりこの現実を否定して自分の見方を正当化してるっていうことだと思います。投資ですね。特に株式投資に当てはまると思うんですけども、こういった感情をですね、抱いたことがある方っていうのは僕も含めて決して少なくはないのかなというふうに思います。はい。それからパニックのところですね。この辺になるとですね、YouTube の規約に引っかかりそうな言葉がいろいろ出てますので、日本語に翻訳するのはちょっとはばかられるんですけども、とにかくパニックになっているということですね。否定を通り越してパニックモードになっているのがこの段階ということです。そしてパニックの次のフェーズなんですが、キャピチュレーションというふうにあります。キャピチュレーションっていうのはですね、よくマーケットニュースなどでもよく出てくる単語ですので、ご存知の方も多いかと思いますが、これは降伏という意味になります。はい、パニックが過ぎ去って完全に白旗を上げる状態になっているということですね。下に書いてある感情表現を見ると、市場から完全 100% 退場だというふうに書いてあります。はい、そして降伏の次のフェーズが怒りですね。この段階になってくると、それまではどちらかというとですね、自分の内側に向いていた感情が外側に向き始める段階ということがわかります。ここに書いてある例を見ると、誰がマーケットをショートしてるんだであったりとか、なんで政府は何も対応しないといったようにですね、外側に対して感情、怒りが向き始めるのがこのフェーズだというような説明があります。ビットコインのチャートで言えば、この2万ドルの水準で少し停滞した後、そこを割り込んできたあたりっていうのが、まさにこの段階に該当するかというふうに思います。そして最後のフェーズがこのディプレッションというところですね、意気消沈というふうにありますが、ちょうどこの下落相場の底根のところに該当するポイントです。感情表現見てみると、老後資金が完全になくなってしまったであったりとか、最近買ったこれらのものをどうやって支払ったらいいんだとかですね、自分は大バカ者だというような表現がありますが、このような自己嫌悪の感情が出てくるのもこの段階だということができます。そしてその後相場は上昇し始めるんですが、この下落相場の過程で味わった感情であったりとか、ネガティブな経験っていうのがまだ尾を引いているため、この上昇を本物だというふうに信じられない状態が続くということですね。はい。そしてこういった上昇を経ることで次の上昇相場のサイクルが始まっていく。相場というのはそういったサイクルで動いているということが説明されているのがこのウォールストリートチートシートという資料です。投資かトレードのいずれかを経験したことがある方なら、一度は味わったことがあるであろうという感情が相場の動きに対応する形でまとめられていて、非常に面白い資料だなというふうに思います。で、先ほどのビットコインの過去の相場の動きでも紹介した通り、こうした相場のサイクルというのは必ずしもチートシートの形とは一緒ではないにしろ、一定の周期で繰り返すというのは相場の特徴として押さえておかないといけない重要な点です。次はこのチートシートの形状が現れている他の銘柄についても見ていきたいと思います。はい。個別銘柄のチャートを見ていく前に、チートシートが現れやすい金融商品の例というのを紹介したいと思いますが、これはあくまで僕個人の印象ということになりますが、暗号資産や個別株ではこの形が現れやすいです。で、個別株というのは米国株、日本株、その他の国問わずですね、この形は発生します。両者に共通するキーワードは何かというと、熱狂を伴った上昇だと思います。つまり一時的なブームなどで急激に上昇した銘柄などにこうした動きが出やすいということです。で、為替についてなんですけども、為替は基本的には10年とか20年とか50年といったスパンで見るとレンジ相場ですのであまり見ないかなという印象です。まずは同じ暗号資産の中から XRP というものの週足を表示しているんですが、この2020年以降の動きを見ていくと、このように急激に上昇して、そこからほぼ全戻しと言ってもいいぐらいの下落に転じていく様がですね、非常にチートシートに似ていると思います。で、特にこの2020年の6月以降のこの底値圏でのこの停滞の状況ですよね。っていうのも先ほどのチートシートにあった右端の怒りとか意気消沈のフェーズに非常によく似ていると思います。
続いても暗号資産から今度はカルダノという銘柄ですが、この銘柄に関しても2021年に入ってからものすごい勢いで上昇を始め、一転して2021年の後半に入ると、それまでの上昇を全て全戻しするかのような勢いで下落していることがわかると思います。特にこの2023年に入ってからのこの停滞フェーズでの動きというのは、やはり先ほどチートシートで見た怒りや意気消沈のフェーズとそっくりであるということが見て取れると思います。次に個別株の方を見ていきたいんですが、まず日本株からこのベースという企業の株価のチャートを表示しています。この企業はですね、ネットショッピングのプラットフォームを提供している会社です。上場したのがですね、2019年の後半みたいですが、2020年のコロナショック以降ですね、このように株価が急激に上昇しました。コロナで外出ができなくなったということで、オンラインショップの設立を考える需要というのが大きくなったっていうことが一つの要因だと思うんですが、2021年に入ってですね、株価の方も頭打ちという形となりました。2022年の半ば頃になると、コロナショックでの上昇をほぼ全て打ち消すような水準まで下落が進みました。この形も非常にですね、チートシートに似ているということがわかると思います。続いてはペロトンというアメリカの企業の株価のチャートですが、この企業はですね、エクササイズバイクなどのフィットネス機器ですね、これらを販売している企業です。この企業に関してもコロナ禍の特に最初の1年間ですね、このように大きく株価が上昇したんですが、先ほどの企業と同様でコロナで外出ができなくなったということで、屋内での運動の需要が高まったということで、こうした屋内向けのフィットネス機器をですね、提供している企業の株価が上昇したというような背景があるわけなんですが、やはり2021年の後半からですね、このように株価に頭打ちの兆しが見え始めて、2022年の後半にかけてですね、このコロナショック以降の上昇の全て打ち消すような形で下落が進行しました。特にこの2022年の後半以降の底値圏でのこの停滞の様子というのは先ほど見たチートシートそっくりの状況だということがわかると思います。ここまでチートシートとそれが実際の相場に現れる例について紹介してきたんですが、チートシートに似た資料としてバブルの4フェーズという資料も紹介したいと思います。この資料はカナダの交通地理学者であるジャンポール・ロドリゲさんという方がリーマンショックの頃に発表した資料なんですが、バブルというのは4つの段階を経て形成されるというモデルを提示したことで注目を集めました。交通地理学者がなぜ相場の研究をしているのかっていうところが面白いんですが、それがこちらの資料です。全体的な形を見ると、先ほどのチートシートに非常に似ているということがわかると思います。このように非常に急激に上昇した後に一転して全戻しをするような下落につながるという動きですね。で、チートシートとの違いは何かというと、このような相場サイクルを形成する4つの段階、フェーズと呼ばれるものですが、それが書かれているということと、そのフェーズごとにメインのプレイヤーとなる市場参加者が書かれているという点になります。それからこのバブルの4フェーズの資料にもですね、相場の動きに応じて市場参加者の心理がどのように変化していくかっていう点が書かれているんですが、この点については先ほどのチートシートとほとんど同じですので割愛をしたいと思います。このバブルが形成される4つのフェーズについて見ていきたいんですが、まず最初のフェーズはこの一番左のステルスフェーズというものになります。ステルスというのはステルス戦闘機なんていうふうに言ったりもしますが、見えないということですので、この段階はまだ誰も注目していない段階ということができます。はい。そして左から2つ目ですね、このアウェアネスというところなんですが、これは気づきのフェーズと、でも言うことができると思います。つまりこの相場の上昇が始まったということに気がついた一部の投資家が資金を投じ始める段階ということです。そして3段階目のマニアフェーズなんですが、マニアというのは日本語で言うとオタクみたいな意味で使われますけども、英語では熱狂という意味を持ちます。つまりこのフェーズは熱狂フェーズということですね。先ほどチートシートでも出てきたように相場が急激に上がっていくフェーズのことになります。最後がブローオフフェーズになりますが、ブローオフというのは吹き飛ばすという意味になりますので、それまでの段階で上昇した部分が全て吹き飛ぶフェーズというものになります。それから各フェーズごとのキープレイヤーとなる市場参加者についても見ていきたいと思うんですが、まず一番左のステルスフェーズのところですね。ここはスマートマネーというふうに書いてあります。スマートマネーというのは一般的には銀行や証券会社、ヘッジファンド、保険会社のような大口投資家のことを指します。機関投資家ということですね。スマートというのは賢いという意味ですので、そういったプロの大口投資家たちの資金が投下されるフェーズということになります。それから2つ目のインスティテューショナルインベスターズというところなんですが、この言葉も機関投資家を指す言葉です。ですので、このスマートマネーとインスティテューショナルインベスターズ、なぜ分けて書いているのかっていうところがちょっと僕には分からなかったんですが、もしかするとこの機関投資家の中でもさらに一部の先見の明のある人たちが資金を投じる段階というのがステルスフェーズだというふうに書いているのかもしれません。それから3つ目の熱狂フェーズなんですけども、この段階で主に参加してくるのがパブリック、つまり一般大衆ということになります。ここでいう一般大衆というのは普段は投資には関心がないんだけれども、このように熱狂的な勢いを持って上昇してくるような資産や銘柄が発生してくると、投資に関心を持つような層のことを言います。
はい、よくですね、テレビとか週刊誌などの大衆メディアで株のことだったりとか、先ほど紹介した暗号資産のことが取り扱われるようになると、もうその相場は終わりだというふうに言われたりもするんですが、それと同じようなことがここでも書かれているということですね。この一般大衆が参加してきてしばらくすると、相場は終焉を迎えてこのように下落に転じてくるという様子が描かれています。今回2つの資料を通して相場のサイクルと投資家心理について見てきたわけですが、ウォールストリートチートシートには3つの重要な教えがあると思います。まず1つ目は相場にはサイクルがあるということです。冒頭のビットコインのチャートで見たように資産や銘柄によっては同じような動きが数年や数十年のスパンで繰り返しているものがあります。皆さんが普段関心を持っている資産や銘柄についてもそういったサイクルというものが現れているかもしれませんので、ぜひチェックしてみてください。それから2つ目なんですが、一般大衆が熱狂しだした頃が危ないというものです。先ほどチートシートでも見たように、このように急激な勢いで上がった後というのは高値掴みをする可能性も高くなるので気をつけないといけないということです。また逆に考えると、このように急激な勢いで上がった後ですね、加えて一般大衆にまでその熱狂が伝わった時というのは、ポジションを手仕舞いするのを検討すべき時期だということになります。最後3つ目なんですが、一般大衆が関心を失った頃に新しいトレンドが始まる準備をすべきということです。これは先ほどのチートシートの例で言うと、怒りだったり意気消沈という感情が抱いているフェーズということになります。今回紹介したチートシートですね、頭の片隅に置いておくと、次回同じような相場サイクルが始まった時に相場を冷静に見ることにもつながると思います。今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。またこちらの動画では投資家のポジションという観点から高値掴みや安値掴みを防ぐための視点についてお伝えしていますので、投資家心理に関心のある方はぜひ合わせて視聴してみてください。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。